ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢八幡 TV。本日はですね、昨日、京都の鴨神社ですね、上下鴨神社のご祭神はですね、分けいかずちであってですね、イコール、有月隆彦ね、イコールニニギの御事であると。天孫を降臨してきた初代ですよね。そこから5代後ですかね。それで神武天皇になっていくということなんで、初代をお祭りしている神社であるから格式が高いんだということが分かってきたということですね。昨日阿波のですね、白人神社について、ちょっと昨日の保管といいますかですね、のご説明をしたいと思っております。白人神社というのはですね、徳島県美馬市ですね、美しい馬の花吹町にあります。ここはもうに飲み事を待っているというのは、まあ知る人ぞ知るですね。それで、この花咲夜姫とちぎりを結んだということでですね、この花咲夜姫というのは大山君の娘さんであってですね、で、同じく岩永姫ももろてくれというふうにしてですね、2人一緒にもらったというのは、これ古事記に出てくるですね、開けるとレナですねの傷をこう重複させてや思いますね。岩永姫は九州の義務家ですね。日向の国のところ、白身神社なんかに祀られておりますからですね、これは後付けでですね、藤原の不死とも5代となりました赤田犬飼道夫ですね、立花氏の初代です。彼女がですね、古事記の中にうまく聖書を入れていったということですね。ですから、危機を読むにおいてですね、最低限のストーリーですね、聖書の記述を知らないとわからないということじゃないでしょうかね。で、イザナギとニニギとアマテラスオミガルですね、それと豊明津姫ですね、これはニニギのお母さんになりますよね。ということです。宅肌知姫と一緒であると。それの父親の高見娘、高木神ということですからね。要するに、三柱鳥居とか、果たして、作ってますよね。それは、雨の村からすると高見結びと神結びであるということですね。キリストを言いますか、カトリック的に言いましたら、父と子と精霊いうことですからね。エロヒムですね。ヤハウェイイコールエロヒムですね。エロヒム、ヤハウェイ。ヤハウェイ、で、神結びが精霊ということなんで、この高み結びから発生したのがですね、イエス・キリストということなんで、天皇家というのはですね、イエス・キリストの御霊を宿している方であるというふうに説明したと思います。で、崇徳上皇や源の為朝なんか、公平の乱の関わりですね、の方も祀られております。要するに源氏というのは清和源氏ですからね、こっちの。今の光源氏は佐賀源氏ですよ。この源氏の方というのはですね、六尊の神社のところで言いましたですけれども、三中もですね、亡くなる時に阿波の神山まで行ってですね、亡くなっていると。で、それを美女丸という子孫がですね、お寺をこしらえていると
いうことになっております。ですから知ってたということですね。元者は泡であるということ。今の近所陛下も皇太子の頃を見回しを訪れております。それで、白人神社は人間天皇24代頃の創建であると言われております。人間天皇というのは24代ですからね。僧侶は国伝で和王部という有略天皇ですね。これが476年ですかに記述があるということなんで和王部です。それからしました三代後ですんで500年初の初めの方じゃないかと思われますんで、その頃の創建であると。有名なのは岩坂神明神社というのが小国屋にありましてですね、ここの作りがですね、古代ユダヤの神殿の作りと全く一緒であるということで、日露その中で出てきますけれどもですね、ここの白人神社や岩原神明神社のですね、宮有堂という75人がですね、7月17日の縄の箱舟が荒良山家にたどり着いた日ですね。京都の祇園祭のメインの日でもあります。山木神頃ですね。その後おみこしが出てくるということですね。これが宮有堂であって、これ75人がその任務に就くということでですね、75というのは聖なる数です。要するに飢饉が起こりましてですね、エジプトの宰相となったですね、ヨセフですね、ジョセフを頼ってですね、ジャコブの一家がですね、エジプトに移っていったのが旧約聖書ですね。ユダ王国の旧約聖書の方では70人となっておりますが、モーデ語書ですね。モーデ語書では70人になってますが、北イスラエルのサマリア語書では75人であると書かれているそうですんで、この数字を守っているということですね。ですから、北イスラエルのですね、失われた十種族の色が特にここの方では強いと言われております。で、ここの剣山というのはですね、ヤタガラスの一つの巣であるというのも付け加えております。それで、そうですね、ここが白人神社との関わりであるということですね。耳が天孫合にしてきたルートというのはですね、この白人神社からすぐ登ったところがですね、小屋平になります。小屋平ですね。小屋平はどういうとこかと言いましたらですね、天皇がですね、二来目祭を行います。11月23日ですね。それの天皇即位の第1回目の大大嘗祭と申しますが、この大嘗祭の時に荒田絵を昇進するのが阿波院部のですね、三木家であるということですね。ここが住まいしているところが小屋平ということですね。これがなければ本来の天皇の即位というのは完成しません。で、荒田絵というのは大麻ですね。要するに前原です。で作った布であるということですね。で、イエス・キリストがですね、亡くなった時に泡に包んでですね、それで横穴に葬ったと。で、3日後に復活するということですからね、聖外符と言われます。この荒田絵というのは聖外符であるということですね。で、
因部というのは雨の二玉の御事の子孫であります。天の岩戸の話が出てきますわね。それを挙げるにおいてですね、榊ですね、榊に鏡をかざしたと言われております雨の二玉の御事、その後の子孫であります雨の日鷲の御事ですね、こちらの子孫であるということですね。それで、ここの日鷲の御事の因部一族がですね、ずっと和歌山紀州の方から伊豆の方を通って千葉のですね、房総半島、阿波って言うと思います。安い房と書いて阿波です。同じ阿波ですからね。地名を移していったということですね。ですから、日鷲ですから鳥ですよね。関東では鳥の市としてですね、祀られるということです。関西の方では今年の主のベスターです。これは相原中津国ですからですね、そちらから出ていった人たちを祀る商売繁盛の祭りですね。それがあるということなんですよね。それでですね、田中秀道先生ですかね。関東の方、香取鹿島はですね、米国の神社であるように言いますがですね、これは阿波からですね、因部氏が伝えたということでですね、香取鹿島のですね、鹿島香取のですね、元社はですね、阿波にあります竹仏神社というのがあります。それが今の阿波市のですね、隣町あたりにあるんですが、ちっちゃい神社ですけれども、ここが元社です。奈良の磯の神神社、諸目の神社ですね。この元社もここの竹仏神社ということです。ですから、阿波に流れ着いたユダヤ一族がですね、のレビにあたる因部氏がですね、ずっと紀州、伊豆、それで、千葉県の房総半島へ入っていたということがこれ分かると思います。で、大春日氏というのは五代高尚天皇の流れですけれどもですね、この大春日氏が祀るのがですね、この竹三日月ですね、の神であるということなんでですね、その後、うまいこと乗っ取ったのが長富の一族です。長富の一族もですね、レビューのように言われておりますがね、どうもこれは、ユダヤのを灰乗りしたですね、カナン人のようです。ですから、権力争いをしてですね、あと藤原氏になって、冬人なんか藤原氏ですね。それで、大井閣、この因部氏の権力を取ってですね、阿波から大大和と言われますですね、機内へ移っていったいうのが大体通りではないかということです。これ間違いないと思いますね。それでですね、中富の一族もですね、藤原氏ですね、春日神社祀りますわね。で、うまいことをこう乗っ取っていったということですね。それが見えてくると思います。どうもフェニキア人というふうに名乗ってですね、今のバチカンに入っていたのも、このカナン人の一族のようです。カナン人の後ろはネフィルムと言いましてですね、地球が攻めたですね、また言いましたら、あまり変なこと言いましたらですね、都市伝説みたいになりますが、実際旧約聖書に出てくるということです。だ
だらだらとなってしまったかもしれませんですからね。昨日のニニギの御事イコール分けいかずちであって、有杉高彦根であると。それのもともと祀るとこは白人神社であると。この岩坂神明神社がですね、ニニギの領であるように言われておりますが、これ井張大川先生はこれ言うとおりますが、これは嘘や思います。神殿だと思います、これは神殿。それで、実際にニニギの最上の宮というのは、丹田古墳にあります、その、宮ですね。領ですね。それがニニギの領であると思われます。そこにある鴨神社がこれ持ってきてですね、上賀茂、下賀茂となって、それとプラス、松尾大社ですね。それを牛耳ってのは果たしであってですね、ユダヤ流れであるということですね。ですから、果たしと藤原氏は権力争いしたと思いますね。で、天皇家というのは因縁の中でも特別な祭祀を司る、要するに、モーゼ、アロンの中でもモーゼの血筋をこうんじゃないですかね。ということで、それの補佐をするのが因縁であるということですね。で、権力争いをしてですね、同じ神事をするんだというふうな形を言っておる長富がですね、藤原になってですね、権力を持っていったということを見ていけばですね、大々日本の歴史が分かってくると思います。本日はここまでにさせていただきます。まず、今のいろいろ情勢動いておりますがですね、ユダヤというの問題、聖書を含めてですね、日本、大和民族はどういうことかという歴史認識がきちっとしないと、今のことは分かってきませんので、まず一つ、これを機会に考えていただければと思います。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。